私は今日もドバミミズで食うためにバスを釣ると。なんか今日もだいぶ濁りが入っているようで、どうもバス釣りにはねちょっとコンディションが悪いという感じですが、竿はこういつものごとくね、天から竿ね、3.6 メーターの細身の天から竿です。それにこうちびっこい浮きをつけてね、それで餌はこうブラーンとでっかいドバミミズと、こういう感じですね。結構でかい濁いだよ。嫌になっちゃうね。今日はこのサイズの濁いが入れ食いです。よいしょ、やってやった。濁いといえどもね、このぐらいのサイズだと手竿で釣るのはちょっとしんどいですよ。うわー、これだよ、ほらでかいよこれね、40ぐらいあるんじゃないの。うひゃひゃね、天から竿で上げるのはちょっとしんどいですね。またヒットしました。お、今度はブラックバスみたいですね。うし、なんかいい引きだ。お、よし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 、そっちに行くな。そっちに行くんじゃない。よし、いいぞ。よし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 、わかったわかった。よし、ね、これね、空気吸わしちゃえばこっちのもんだ。よし、30ぐらいあるかな。30ぐらいありそうなバスですね。よし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 。おい、釣れました。ママの基礎だね。これは30いってるな。まあ30は超えてるね。33ぐらいあるかね。33近くはある。でこれね、バスをねよく持ち出しちゃダメとかいう人いるけどね、要するにね、外来生物法ではね、この生きたバスをねこう持ち出したりね、他の水域に放流したり、または飼育したりね、許可なく飼育したりとか、そういうのがいけないんですね。これ締めて持ち出す、要するに食うために持ち出すのは OK ですので、締め方としては海の魚と同じように普通に締めて血抜きをすれば大丈夫です。それでね、あとこう締めるときにはね、こう釣り人がねなるべくいない、こうね、誰も釣り人がいない場所で締めるようにしないとね、魚の血を水に流すと他の魚が釣れなくなりますので、近くに釣り人がいると怒られちゃいますからね、その辺も気をつけてやりましょう。でこの血抜きですけどね、もうこれ血抜き締めて血抜きしましたけどね、ここね、まずね、ここのところをこうナイフで切って、そして骨が見えるまで尻尾を折るとね。そして次にこのエラね、エラ蓋を開けて、エラのこの付け根の上あたりを頭の方に向けてグッと刺すか、またはエラを破断すると。こうしてですね、この後にこう水につけてね、よく血を洗い流してやると。こうすると血抜きもできて魚すぐに死にますので、瞬間的にこう締めてしまうことになると。こういう形ですね。こういう形でね締めれば持ち帰ることができるとね。まずこう鱗を引いてね、それからこの頭を落としてね、頭を落として、そして内臓を取り出して三枚におろしていくと、こういう形で調理していきます。ブラックバスね、最近ね、この小口バスはなおさらですけど、この大口バスもね、再放流禁止の流れになりつつありますね。再放流禁止ということは、要するに釣ったらリリースできないということですからね、これ持ち帰ってどうにか処理しなきゃいけないということで、
やはりこの美味しい魚は食べるという処理方法がね、これは今後重要になってくると思います。はい、鱗が落とせましたらですね、次はね、ここのとこ頭を落とすんですけど、こういう形ですね。バシッとね、こう切ってね、そしたらここ、切れ込みこう入れてですね、切れ込みをこう入れて、それで取ります。こうすると腹綿がだいたい頭にくっついて出てきちゃいますからね、こういう形でね、こっちが食べる方、こっちはまあ廃棄する方です。もうなんかこうね、小さい卵持ってますね、もうね、卵ね、この卵はね、醤油で煮て食べると美味しいんですけどね、これ卵ですね。この卵今回はね、まだちょっとちびっこいんだけどね、ちびっこい煮付けにして食べようと思います。ここまでこうおろしたらね、素人はこのハサミを使ってね、ハサミでこの油骨を切り離すと、この方が安全にできるし、簡単にきれいに切り離せます。こういう形でね、まずこれで2枚おろしになったとね。もう中骨の方も同じようにして3枚おろしにします。こんな形に3枚におろせましたね。それでこの中骨ね、これはね、骨があまり複雑な形してないので、さっきの卵と一緒にね、煮付けにして食べるとね、ほんのちょっとしか身がないけど、まずくはないです。美味しいですよ。それで、バスの臭いところなんだけど、これなんだよね。ここについてる、ここについてるね、油ね、このブリブリっとした油。これがね、臭いんですよ。これをね、この油骨と一緒に透き取ってしまうと。こうすると、もうほとんど臭いところはね、95% なくなりますね。こちらもね。ここのところ、ね、この油骨と一緒に透き取ると。こんな形で透き取ってしまうと。これで臭いところなくなりました。それで、このぐらいの大きさのバスですとね、もう血合い骨がね、ちょっと当たりますからね、血合い骨は取った方がいいです。血合い骨ね。こういう形で。こっち血合い骨取ると。で、あと皮がね、まだついてますから、皮を引いて出来上がりという形ですね。こんな形でね、皮引きました。で、皮がなくなって、これで、フライにするのもよし。今回はね、ちょっとね、オリーブオイルとバジルを使ってソテーにしてみようと思います。ね、ソテーを作りましょう。はい、そしたらね、もう適当な大きさにね、切り身にして、でそこに塩コショウをね、適当に塩コショウを振ってね、塩コショウバサバサっと振りまして、ほんで適当な大きさのフライパンにはですね、焦げつかないクッキングシートみたいなのが今ね、便利なものがあるんで、これを引いて、ここにオリーブオイルとバジルをだらっと入れると。このオリーブオイルでね、このバジルの葉っぱをつけたものね、
これを使うんですね。これをね、こう適当にね、このクッキングシートの上にね、こう伸ばしてね、この上にさっきのこいつを並べると、それで焼くと、こういう形です。これね、こういう形でね、これで焼けばいいと。まあ釣り人が作る料理なんていうのはね、結構大雑把なんだけどね、これがまたいいんだよね。これがまた美味しいんだよね。はい、それではまずお通しができました。卵と中骨の煮付けです。はい、できました。ブラックバスのオリーブオイルソテー、バジル風味。